これを書いたら昔の仲間なら俺が誰だかわかると思う。バレたら相当やばい。まだ生きてるって知られたらまた探しにかかるだろう。でも俺が書かなきゃあの井戸の存在は闇に葬られたままだ。だから書こうと思う。文章を作るの下手だしかなり長くなった。しかも怪談じゃないから興味の湧いた人だけ読んでほしい。今から数年前の話。俺は東京にある某組織の若手幹部に使われてた中村さんって人。今やそういう組織も日々の微妙にヤバい仕事はアウトソーシングですよ。それも組織じゃなく個人が雇うの。警察が介入してきたらトカゲの尻尾切りってやつね。その代わり金回りはかなり良かったよ。俺は都内の比較的金持ちの日本人や外国人が遊ぶ街で働いてた。日々のヤバい仕事って言うとすごそうだけど、実際に俺がやってたのはワンボックスで花屋に花取りに行って代金を払う。その花を俺がキャバクラから高級クラブまで配達する。キャバクラ行くと必ず花置いてあんだろ。あれだよ。で花配りながら集金して回る。もちろん花屋に渡した代金の3から5倍はもらうんだけどね。3万が10万、5万が25万になったりするわけよ。月に3000万くらいにはなったね。俺がやるヤバい仕事ってのは最初はその程度だった。それでも結構真面目にやってた。相手も海線山線のが多いからさ、相手が若造だと思うと舐めてかかってめぎろうとするバカもいるんだよね。その度に暴力沙汰起こしてたんじゃ仕事になんないわけだ。起こすやつもいるけど、でも警察呼ばれたら負けだからね。次から金取れなくなるから組から睨まれる。ただじゃ済まんよ。そういう時俺は粘り強く話すけど肝心なとこは絶対譲らない。1円も値切らせないし一つの条件もつけさせない。前置き長くなったけど、まあうまくやってるってんで、中村さんの舎弟の佐藤さん、木林さんなんかに結構信頼されるようになった。それで時々花の配達に使ってるワンボックスで夜中に呼び出されるようになった。住んでるのは多分ドラム缶とか段ボール。荷物積む時は俺は運転席から出ないことになってたし、後ろは目張りされてて見えないから、それでベンツの後ろついてくだけ。荷物を下ろしたら少し離れたところで待たされて、またベンツについて帰って金もらって終了。何を運んでたなんて知らない。その代わり1回の仕事で花の配達の1ヶ月分のバイト代をもらえた。ある夜また呼び出された。行ってみるといつもとメンツが違う。いつもは佐藤さんか木林さんと部下の若い人だった。ところがその日は幹部の中村さんがいて、他には佐藤さん木林さんの3人だけ。3人とも異様に緊張してイラついてて、明らかに普通じゃない雰囲気。俺がついてもエンジン切って待ってろって言ったままボソボソ何か話してた。あいつはこのまま返し。あいつは大丈夫ですよ。それより途切れ途切れに会話が聞こえてたけど、結局俺は運転していくことになった。なんだか嫌な予感がしたけどね。後ろのハッチが開いて何か積んでるのが分かった。でも今回はドラム缶とか段ボールじゃなかった。置いた時の音がね、いつもと違ってた。重そうなもんではあったけど、さらに変だったのが佐藤さんと木林さんが同乗したこと。いつもは俺一人でベンツについてくだけなのに、しかもいきなり首都高に入った。あそこはカメラもあるし出入り口には N システムもあるから、こういう仕事の時は一般道でも N システムは回避して走るのに、首都高の環状線はさ、皇居を見下ろしちゃいけないとかでさ、何箇所か地下に入るよね。恥ずかしながら俺は運転には自信あるけど、道覚えるのは苦手なんだよね。方向音痴だし、多分環状線を2周くらいしたと思う。車が途切れたところで突然中村さんが乗るベンツがトンネルの中でハザード出した。それまで佐藤さんも木林さんも一言も喋らなかったけど、佐藤さんが
右の車線に入って止めろ。って言われるままに止めたよ。そこって合流地点だった。で中洲みたいになってるとこにバックで車入れろ。って言うからその通りにしてライトを消した。両側柱になってて普通に走ってる車からは振り返ってみたとしてもなかなか見つけられないと思う。まあ見つけたとしても関わり合いにならない方がいいけどね。中村さんが乗ったベンツはそのまま走り去った。佐藤さんと木林さんは2人で荷物を下ろしてたけど俺にも降りてこいって。俺はこの時も嫌な予感がした。今まで呼ばれたことなんてなかったし、佐藤さんと木林さんが2人で担ぎ上げてるビニールの袋、映画とかでよく見る死体袋とかいう黒いやつ、もう中身は絶対に人間としか思えない。とんでもないことに巻き込まれたって思って腰が痛くなった。多分腰抜ける寸前だったんだろう。なんで組の人じゃなくて俺なのってその時は思ったけど、その理由も後になれば分かったんだけど。で佐藤さんがポケットに鍵があるからそれ使って金網の扉の鍵開けろって言うから言う通りにした。金網開けて5から6メートルでまた扉にぶつかる。扉というより鉄柵って感じかな。だって開けるための取っ手とかないし第一鍵穴すら見当たらない。どうすんだろうなと思ったらまた佐藤さんが別のポケットをして今度は大小一つずつの鍵。コンクリの壁にステンレスの小さい蓋がついててそれを小さい方の鍵で開ける。中に円筒形の鍵穴があってそれは大きい方の鍵。それを回すとガチャって音がして柵が少し動いた。右から左に柵が開いた。壁の中まで柵が食い込んでてその中でロックされてる。鍵を壊して侵入はできない構造らしい。さらに先はもう真っ暗。マグライトをつけて先に進んだけどすぐに鉄皮に当たった。無断立ち入り厳禁防衛施設長って書いてあった。これは不思議だった。だってここ道路公団の施設だよね。っていうかこんなとこ入って平気なのかなって思った。まあこの人たちのやることだから抜かりはないとは思うんだけど監視カメラとかあるんじゃないのって不安になった。まあ中に進んだらもっと不思議なもんが待ってたんだけどね。鉄の扉もさっきの鉄柵と同じ要領で開いて俺たちは中に入った。佐藤さんも木林さんもうっすら汗かき始めててずいぶん重そうだったけど運ぶの手伝えとは言わなかった。中に入るとすぐ階段でひたすら下に降りていった。結構降りた。時々2人が止まって肩に担ぎ上げた荷物を担ぎ直してた。階段を降りるとものすごく広い通路が左右に伸びてた。多分幅10メートルくらいあったと思う。降りたところで一休みした。通路はところどころ電灯がついててすごく薄暗いけど一応ライトはなしで歩けた。俺たちは反対側に渡ってって言いたくなるくらい広い左手に向かって進んだ。時々休みながらどれくらい進んだかな。通路自体は分岐はしてない。ひたすらまっすぐで左右の壁に時々鉄の扉がついてる。ある扉の前で佐藤さんが止まっていった。これじゃねえか。これだろ。そこには帝国陸軍第13号行動って書いてあった。字体は古かったけど信じられる。今の日本にあるのは陸上自衛隊でしょ。何十年も前のトンネルなのかこれは。佐藤さんも木林さんも汗だくで息も荒くなってたから扉を入ったところでまた荷物を下ろして休憩することにした。2人とも無言だったから俺も黙ってた。しばらくして佐藤さんがそろそろ行こうって言って袋の片側多分足がある側を持った。そしたら袋が突然暴れた。佐藤さんは不意をつかれて手を離してしまい弾みで反対側の袋の口から顔が出てきた。猿ぐつわをかまされたちょっと小太りの男。どっかで見たことある。それもあるけど分かっていながらも袋からリアルに人がしかも生きた人が出てきたことにビビって
俺は固まってた。佐藤さんが木林さんに。おい、なんで目を覚ました。薬打て薬、袋に戻せ。とか言ってるのが聞こえた。木林さんは薬は持ってない。とか何とか答えてた。その間も袋を暴れてたというか、体を縛られてるらしく、激しく身をよじって袋から出ようとしていた。すると佐藤さんが袋の上から腹のあたりを踏んづけるように蹴った。一瞬袋の動きが止まったけど、とすごいうなり声を上げながらまた暴れ出した。佐藤さんは腹のあたりを構わず蹴り続けた。それでも袋は暴れ続けた。やがて木林さんも加わって2人でめちゃくちゃに蹴り始めた。カキって音が 2,3 回立て続けにした。多分肋骨が折れたんだと思う。袋の動きが止まった。その時なぜか男は頭を振って俺に気がついた。それまですごい形相で暴れていた男が急に泣きそうな顔で俺を見つめた。佐藤さんが袋に戻せと言うと、木林さんが男の肩のあたりを足で押さえながら袋を引っ張って男を中に戻した。今でもその光景はスローモーションの映像のまま俺の記憶に残ってる。男は袋に戻されるまでずっと俺を見てた。一生忘れられない。木林さんが袋の口をきつく縛るのを確認すると、佐藤さんはさらに数回袋を蹴った。これくらいかな。殺しちゃまずいからな。佐藤さんはそう言って俺を見た。お前、こいつの顔を見たか。いえ、突然だったんで何が何だか。そう答えるのが精一杯だった。その時に本当はどこかで見たような気がしたけど思い出せなかった。佐藤さんと木林さんは再び動かなくなった袋を担ぎ上げた。それまでと違うのは真ん中に俺が入ったこと。もう中身を知ってしまったので一連卓勝だ。それからその13号坑道ってやつを延々歩いた。今までの広い通路とは打って変わって幅が3メートルもないくらいの狭い通路だった。右手は常に壁なんだけど、左手は時々下に降りる階段があった。幅1メートルちょいくらいの階段で、ほんの数段降りたところに扉がついてた。何個目かわかんないけど、佐藤さんがある扉の前で止まれって言った。そこもまた帝国陸軍第126号井戸って書いてあった。128だったかも。偶数だった記憶があるけど忘れた。それで佐藤さんに言われるまま中に入った。中は結構広い部屋だった。小中学校の教室くらいはあったかな。その真ん中に確かに井戸があった。でも蓋が閉まってるの。重そうな鉄の蓋。端っこに鎖がついてて、それが天井の滑車につながってた。滑車からぶら下がっているもう一つの鎖を引いて回すと、蓋についた鎖が徐々に巻き取られて蓋が開いてく仕掛けになってた。俺は言われるままにどんどん鎖を引っ張って蓋を開けていった。完全に蓋が開いたとこで2人が袋を抱え上げた。もう分かったよ。この地底深く誰も来ない井戸に投げ込んでしまえば二度と出てこないもんね。でも一つだけ分からないことがあった。なんで生きたまま投げ込む必要があるの。2人は袋を井戸に落とした。どう？水の中に落ちる音がするはずだった。でも聞こえてきたのはバシャって音。この井戸、水が枯れてるんじゃないのって音。佐藤さんと木林さんも顔を見合わせてた。佐藤さんが俺の持っているマグライトを見て顎をしゃくってみせ、首をかしげて井戸を覗けってジェスチャーをした。マグライトで照らしてみたけど、最初はぼんやりとしかそこまで光が届かなかった。レンズを少し回して焦点を絞ると、小さいけどそこまで光が届いた。光の輪の中には袋の一部が照らし出されてる。やっぱり枯れてるみたいで水はほとんどない。そこに手が現れた。真っ白い手、さらにつるっぱげで真っ白な頭頂部。
さっきの袋の人つるっぱげじゃなかったよな。わけが分かんなくて呆然と考えていたらまた頭が現れた。2人。ますます頭が混乱して、ただ眺めてたらその頭がすっと上を向いた。目がない。空洞とかじゃなくて鼻の穴みたいな小さい穴がついてるだけ。理解不能な出来事に俺たちは全員固まってた。しかも2人だけじゃなさそうだ。奴らの周囲でも何かがうごめいている気配がする。なんだあれ、人間なのか。なぜ井戸の中にいる。何をしている。その時急に扉が開いて人が入ってきた。俺は驚いてライトを落として立ち上がってた。佐藤さんと木林さんも。入ってきたのは中村さんだった。中村さんは俺たちを見て危険そうな顔をした。佐藤、もう済んだのか。佐藤さんは少しの間呆然としていたけどすぐに答えた。済みました。中村さんは俺たちの様子を見て、俺たちが井戸の中身を見たことを悟ったみたいだった。見たのか、中を。俺たちはうなずきもせず言葉も発しなかったが、否定しないことが肯定になった。さっさと蓋閉めろ。言われて俺は慌てて鎖のところに行って、さっきとは反対側の鎖を引いて回した。少しずつ蓋が閉まっていく。余計なことを考えるんじゃねえ。忘れろ。そう言われた。確かにそうなんだけど、ぐるぐる考えた。殺しちゃまずいって佐藤さんは言ってた。佐藤さん自身もなぜ殺しちゃダメなのか知らなかったんだと思う。生きたまま落とした理由は、生きたままあの化け物のようなやつらがいるところへ。考えたくなくなった。俺たちは来た道を戻り、車で道に出た。今度は佐藤さんと木林さんは中村さんのベンツに乗っていった。そしてそれが3人を見た最後になった。俺は思い出していた。あの時袋に入っていた男の顔を。最近出所してきた会長の三男だった。出来の悪い男という噂だった。ケチな仕事で下手を踏み服役していたらしい。俺は 2,3 回しか顔を合わせたことがなかったが、大したことなさそうなのに威張り知らして嫌な感じだったのを覚えてる。だからといって会長の息子を殺すのはアウトだよ。死体を隠したっていずれバレる。それでもできるだけバレないように俺を使って運んだんだろうけど、あの出来事から2週間くらいして中村さんがいなくなった。お前も姿をくらませって佐藤さんから電話があった。バレたんだ。会長の息子をやったのを。文から距離を置いていたのが幸いして俺は逃げ延びることができた。佐藤さんや木林さんがどうなったのかは知らない。あれから数年俺は人の多い土地を転々としている。これはあるネットカフェで書いた。もうすぐネットカフェも身分証を見せないと書き込めなくなるらしい。これが最後のチャンスだ。文の人たちがこれを知ればどこから書いたのかすぐに突き止めると思う。だから俺はこの町には二度と戻ってこない。誰かあの井戸を突き止めてほしい。なぜあの井戸に暴力団なんかが鍵持って入れるのか。そうしたら俺の追っ手はみんな捕まるかもしれない。俺は逃げ延びたい。これからも逃げ続けるつもりだ。